マイクラ初心者さん必見。マイクラで大量に必要な鉄が無限になるアイアンゴーレムトラップを初心者さんに本当に分かりやすくご紹介。初心者さんに優しい設計になってます。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まずは作る場所なんですが、作っていいバイオームと作ってはいけないバイオームありますんで、説明欄必ずご覧ください。そして作る場所、よしこの辺りに作るぞと決めたら、この場所から半径100マス以内に村や自分の拠点がないことをご確認ください。この動画初心者さんにも多く見ていただいていると思いますんで、村にはこうした職業ブロック、ベッド、金が含まれてます。そしてあとは村人ですね。この4種類があるとアイアンゴーレムトラップ作っても動きません。なので見つけたら破壊してください。今の4つが自然生成されるのは村だけなので、村が半径100マス以内にないことを確認。そのあたりも説明欄に記載しておきます。まずは作りたい場所 5×5 削っていきます。ちなみにこの今削っている場所が、ゴーレム湧く場所になりますんで 5×5 削りました。今削った場所を合計です。深さ合計8マスになるよう削ります。なのでもう1マス削ってます。23という考え方。123で深さ8マスなんで、123で深さ8マスなんで45678、結構深く掘ります。最初に掘った直下掘りではなくて1マスずつ、ゆっくりとね削っていくことをお勧めします。ドカーン削りまして、合計深さ8マス削りました。今皆さんは下にいると思いますんで、どこの向きでも OK です。真ん中にベッドを1個置きます。で両サイドにここからはね順番どうでもいいです。ベッド5台設置しました。そしたら真ん中に立ちまして、反対側を向いて同じようにベッドを設置していきます。上から見るとこんな感じ。10台のベッドが設置されたんですが、1マス下削りまして、このベッドの下を1回くり抜きます。これ最初に8マス掘ったけど最初から9マスって言ってよキョウキョウさんと思ったかもしれませんが、統合版のベッドはベッドの上にベッド置けないんですよ。なので仮ブロックが置かれている必要があります。でもね下壊しちゃえばこのように忍び込ませることができますんで、このような作り方にしてください。よいしょ。両サイドに10台ずつの2段ベッドが完成しました。ここまで来たら2マス縦積みしてあげて、私今回この滑らかな石使ってますが、普通の丸石や石で OK です。木材はちょっと避けた方がいいですね。燃えてしまうと全焼してしまいますんで、ここからドカーンと真ん中を縦2マスの壁立ててあげます。この今立てた5マスのど真ん中にブロックを置いて、四つ角のベッドの枕の上にブロックを設置します。高さとしては真ん中に置いたブロックと同じ高さの四つ角というイメージですね。なので真ん中立ってベッドの真上の四つ角に置いていく。上から見るとこんな感じ。そして横から見ると最初に置いたブロックと高さが一緒のブロックが4つ置かれているという形になります。次に中央に立ちまして、職業ブロックを今回矢細工台使います。職業ブロックなんでもいいです。この空いているマスに全て置いてしまいます。1個注意点としては、これねコンポスターも職業ブロックなんですが、コンポスターでちょっとすっぽり中に入れちゃってするんですよ。ほらこうなるとなんか村人さんがなんかハマっちゃったりするんで、なるべくフルブロックの職業ブロックの方がおすすめです。あとこの装置村人さんを後ほど入れますが、交易はできないという風に思ってください。地下にね村人さんをこうちょっといていただくっていう状況になりますんで、矢細工台がおすすめ。ここで超重要点です。マインクラフト巷ではコンポスターや初見台、雨の日はこの2つの職業の村人さん仕事せずにゴーレムトラップ止まるって言われてるんですよ。一方私バグトラッカー確認したところ、全ての職業ブロックで雨の日、そして雨の次の日にゴーレムトラップが止まるというバグがね報告されておりました。なのでバグなのか仕様なのか断定はしかねるんですが、アカシアの木が生えているサバンナやあとは砂漠など、こちらも説明欄に記載しておきます。そのバイオームで作る方がよりバグか仕様なのか分かりませんけど、より効率的に装置が動作します。ここまでできたら一応仮ブロック皆さんは置かなくて OK です。分かりやすいようにダイヤブロック使うんですけど、2マス開けた上で3マス目にこのように天井を作ってしまいます。よいしょよいしょつって、でここ、破壊しまして、このように天井をね作ってあげます。真っ暗。今の状態4つ角のどこでもいいので、4マスほど開けてあげてください。上から見るとこのような形になります。そしたら、松明を真ん中に置いて、ここを明るくしておきましょう。明るくしないとゾンビが湧いてしまいます。こ
こまで来たら仮ブロック、土なので、このようにちょっと上上がっていただいて、土とかでいいですからね。後で壊すんですが、このゴーレムトラップ建設予定の周り、確実に湧き潰ししてあげてください。松明で明るさをね、こうやって確保してあげてください。これから村人さんを、このゴーレムトラップにご招待するわけなんですけど、さっきも言いました。暗いとゾンビ湧いてしまうんですよ。で、ゾンビに村人さんが殴られてしまうと、ゾンビ化しちゃいます。これ非常に厄介なので、このように、もうね、できる限り周りを湧き潰ししてあげてください。あと別に村人さん対策以外にも、これからゴーレムトラップが完成して、鉄が無限になるわけですが、近くで、放置するのが重要なんですよ。なんでプレイヤーさんも、この第2の拠点というか、鉄無限工場地帯に、皆さんこれからまた来ることになりますんで、湧き潰し今のうちにたくさんしておいた方がいいです。今、目の前に見えているのがゴーレムトラップ建設予定地ですが、結構遠くまで皆さんね、ちょっと歩いて湧き潰ししちゃってください。ここで入念にやっておく方が後々楽になります。辺り一帯松明置きました。ここまで来たらまずお疲れ様です。ここから頑張り時です。休憩しながらやってください。まずこの装置の半径100マス以内には、村や拠点ないことご確認いただいているわけですよね。なので、ちょっと遠征しまして、ここに村人を2人連れてきます。なので、近くにはないことが確定しているわけなんですが、このように走ってですね、新しい村を探すか、あとは自分の拠点の近くにお作りの方はね、拠点にもし村人いたら連れてきてあげてください。村発見しました。かなり見つけるの大変です。で、村人さんいますね。この時に注意しなきゃいけないのが、必ずこの、ノーマル村人さんか、このようにすでに職についている村人さんを探してください。この村人さん普通の服着てますが、たまに緑の服のニート村人さんがいます。その方は絶対連れてこないでください。就職ができませんので、ゴーレムトラップには使えません。じゃあね、この村人さん、よし、ボートに、よし、君に決めた。よし、乗ってくれ。一人捕まえて、このように農民さん連れてきたい場合は、ちょっとまた確保してあげてですね。この今捕まえた農民さん、すでに職業付きの村人さん連れてきたい場合は、職業外す必要があります。なんで、農民さんの職業ブロックはコンポスター、こちらですね。なので、これを破壊してあげると、はい、職がね、なくなりました。では、村人さんの輸送方法ゆっくりやるんでご安心ください。まず村人さんがボートに乗っている状態でリードをボートにつけます。リードに関しては作業台で糸でクラフトすることが可能です。これ紐がつきまして、プレイヤーがこうやって動くとこのようについてきてくれるんですよ。で、このような例えば段差とかもプレイヤーがジャンプしながらこう引っ張ってあげる、ジャンプしながら引っ張ってあげると、ついてこれます。で、たまに距離が遠くなりすぎるとリード切れちゃうんですが、切れてなくなることはありません。切れた後その辺りにドロップします。よいしょ。で、このようにちょっとオラって連れてきまして、最初に捕まえた村人さんにもつけてあげる。なんと2本持ちすることができます。これをもってして先ほどの覚えていますかね、ゴーレムトラップ建設予定地までこのようにもうお散歩していきます。よいしょ。このね、何にも職業ついていない状態で連れてきたい。よいしょ。はい、このように穴とか気をつけてくださいね、皆さん。装置の近くに連れてきました。相変わらずかぶさってます。ここまでできたらリード取ってあげて、一回ちょっと移動してあげますか。よいしょ。20人必要なんですよ。で、もしね、上級者の方で村人20人一気にここの穴に入れることができる人は、このまま村人さんを20人職業ブロックの上に輸送してあげてください。でも初心者さん、これあと10回やるのちょっとしんどいじゃないですか。そんな時のためのテクニックもご紹介します。一度この空洞の端から中入りまして、どこでもいいです。職業ブロック破壊して、このね、ベッドを一度破壊してあげちゃってください。よいしょよいしょよいしょと。せっかく建てたのにってことですよね。で、もうこの職業ブロックの下全部むしろ破壊してあげて、またしてもベッド回収してあげてください。で、空洞になりましたら、松明オンライン。もう一回縦積みして、もう破壊神の気持ちになっちゃってください。でですよ。一度、ベッドを平地に20台、もう適当に設置しちゃってください。適当つうか、このようにね、もう並べて設置してあげちゃってください。20台設置完了しました。そしたら、この20台の真横、高さ2マス掘ってあげまして、幅はね、だいたい3マスぐらい。4マスでも OK。削ってあげます。これ、救急さん何してんのってことですが、連れてくるのが大変なのであれば、ここで、もう村人さんのお子さん増やしちゃおうぜキャンペーンということでございます。なんで、一
回よいしょーつって穴の中入ってもらって、はしご1個かけて、はい、村人さん、はい、こっちの中入ってもらいます。で、どうぞーつってこうやって解放。で、この動画初心者さんも見ていただいていると思うんで、むちゃくちゃ安全に行きます。マジでゾンビが入ってこないように、このベッドから1マス空間を空けてフェンスを置いてあげます。これでゾンビ入ってこれなくなりました。まあ一方で、このような段差があってですね、こういう感じで段差があると、もしゾンビがこう歩いた時にシンプルに入れちゃうんですよ。なんでおすすめポイントとしては、フェンスの真横にブロックはない状態にしてください。ここから村人さんを20人一気に増やします。こっから簡単です。村人さん1人につきパンを3つあげます。はい、どうぞーっつって。じゃああなたにもどうぞーっつって。そうすると、お、今ハートが出まして、さあどうだ、来るか、来た。村人の赤ちゃんが1人生まれます。で、これを20人になるまで繰り返してください。1人につきパンを3つ渡します。1、2の3と。で、ちょっとプレイヤーはこうやって離れてぼーっとしておくと、おー、ハート出た、来た来た来た。これで増やしていけるんですよ。で、村人20人と言いましたが、大人村人が20人必要です。おー、来ました。いいぞいいぞいいぞ、ハート出て。おー、ベイビー2人目来ました。で、先ほど私、村人が20人必要と言いましたが、子供村人のままではダメです。大人になるまで待ってあげてください。ちなみにこの子供村人は、だいたいリアルの時間にして20分程度で大人になります。あー、いいねいいねいいね、ありがとう。そして、パンそんなねんだけどって方、人参やじゃがいもでも繁殖させることが可能です。人参の場合は、1人につき人参12本渡す必要があります。なんでちょっとね、コスト高い。じゃがいもも12個です。なんでパンが一番おすすめ。ドカーンと繁殖させるとですね、このように村人さんの赤ちゃんたくさん出ます。そんな中で20人いるか確認難しい時あると思います。そんな時はもうね、スマホとかで一回写真撮っちゃうのおすすめ。写真撮って123って数える。ベッドを全て壊しまして、壊した瞬間に怒りマークがね、村人さんから出ますが、気にしなくて大丈夫です。ドカーン壊しまして、ゴーレムトラップに行きます。で、最初にちょっと縦積みしたところなどを使ってですね、ここからゆっくりやっていきますんで安心してください。まず下に、仮ブロック2マス置きまして、反対側にも2マス置いていきます。最初にやった通りですね。そうしたら、このブロックの上に1回ベッドを5つずつ置いてあげます。よいしょよいしょよいしょ。ここまでできたら、皆さん覚えておりますでしょうか？下の2マス削ってあげます。反対側も削ってあげて、この隙間にベッドを忍ばせます。よいしょよいしょ。反対側にも全部20台置かれました。そうしたら、ここ2マスの通路は埋めてあげます。湧き潰しも解除しちゃって大丈夫です。縦積みして上に上がりまして、野菜区台職業ブロックの上に立ちました。そしたら職業ブロックで蓋をしてあげます。ここで重要なのが、ど真ん中に石、そして周りを見渡して四つ角に石があって、それ以外全ては職業ブロックが置かれている形。これを目指してください。ここまでできたら仮ブロックで上上がりまして、村人さんを最終的にはこの職業ブロックの穴の中に入れてあげたいんですよ。で、もちろんこの石の上に輸送してあげても、この穴からね、下に行ってくれるんで、それを最終ゴールにやっていきます。なので、ちょっとこの辺ですね。この辺こうやって壊してあげて、やべ、オープンで、オープンで。で、よし、みんな、こっちに行くんだ。はい、どうぞどうぞ、どうぞ、どうぞ。猫さんもたくさんいるけど、どうぞどうぞどうぞ、みんな、こっちに移動してくださいね。下落ちてくれたらすごくハッピーなんですけどね。トラップドアとか置いて、下に落としたい。さあ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 、いいね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 。もう最終ゴール、プレイヤーさんも入っちゃって、こうやってフィジカルで、こうやって、はい、よいしょーっつって。はい、みんな中に入ってくれーっつって。そしたらね、結構ね、キラーンってしてくるエフェクトが出ると思います。よし、よし、行ってくれ。下。こういう村人さんもこうやってほら、押してあげて。で、職業ブロックにね、もう反応して、職業がついてる村人さんもいるはずです。皆さん頑張って穴の中入れましょう。ちょっと水バケツをこう流したらどうなんだ？いけ。よしよしよし。よし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 。オッケー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 。オッケー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 。こっちからも水バケツ戦法でいくか。はい、流しそうめんスタイル。さあ、君がラストだ。で、猫ちゃんもね、入ってもらっちゃっていいですよ。はい、穴の中に村人さんたち入りました。で、一応確認してください。水とか使って輸送した場合は、必ず松明真ん中に置かれてるか確認してください。超大事です。で、こうなったら、もうね、村人繁殖場はもう
もう使いませんので、このように破壊して撤去してあげてください。かなり村人パート厚めにやりましたけどね。できていますでしょうか？わかんないことあったらコメントください。最新仕様を調べて全てお返事いたします。綺麗さっぱりなりました。で、湧き潰しとかもちょっと追加してあげて、ここまでできたら一度縦積みなど破壊して、よいしょ。猫さんもね、この中入っていただいて、縦積みを破壊。で、必ず中に松明置かれてるのを確認して閉じてください。ここまでできたら、どこでもいいので、四角の角の右下ですね。一段こう斜めになっているところを直下彫り3マスして、目の前を掘ると、はい、このように四角の外枠に出ます。で、この四角、石になっている四角をこうくり抜くかのようにですね、このように、最終的に 7×7 の大きな四角になるように、ブランチマイニングしていきます。こういう感じですね。なんで最初に掘った 5×5 の穴の外側に、1マス四角いドーナツみたいなのがね、こう増えるイメージです。上から見るとこんな感じ。7×7 になりました。ここからは皆さんに決めていただきたいんですが、チェストを置く場所、つまり鉄が溜まる場所ですね、を決めてください。じゃあ私はここの目の前にしたいなってなった場合、真ん中に3マスハーフブロックを設置します。こんな感じ。このハーフブロックの1個下を4マス下に直下彫りします。3、4。そして目の前を2マス掘ると、この石の面の1段下に出ます。で、チェストをこのね、ちょっと斜めの向き難しいんですが、ギリギリで置いていってジャンプしながら真下にチョン。そうするとラージチェストになります。で、向きが違うとラージチェストにならないので注意してください。こうギリギリの壁にこうやってつけて下にチョンと置いていったら、この石の面反対側向いてはしごで上に上がれるようにします。そしてハフ風呂の手前にはトラップドアを置いて、プレイヤーがね、こうやって入れるようにできますね。よいしょ。おー、もう湧いてるわ。これ今なんでゴーレムが湧いたかというと、皆さんはやらなくていいです。スペクテーターにしてチャキン、村人さんの大人が10人以上になったのでゴーレムが湧いたという、ことになってます。素晴らしい。でもね、このタイミングでまだ湧いてなくても OK です。村人さんが育っていくとゴーレムが湧いていくはず。今開けた穴の上にハーフブロックをちょん設置いたしました。そしたらこのチェストの手前1マス破壊してしゃがみながらホッパーをチェストに向かってつけます。これ超大事なのが、初心者さんも多く見てもらってます。解説すると、ホッパーには2種類の付け方があります。チェストに向かって、これがチェストとしたらね、チェストに今向かってつけると行き先が L 字になってるんですよ。一方地面につけちゃうと地面に接続されていっちゃうんですね。しっかりとしゃがみながらホッパーをチェストにつけると、このホッパーの中にアイテムをじゃあ1個水バケツ入れるとすぐに座れてチェストの中に入っております。一方このホッパー間違えて地面につけちゃうと見た目は一緒なんですが、ホッパーの中にお水を入れても座れません。そしてチェストにも移動しません。なので必ずしゃがみながらチェストに向かってつける。でここまで来たらホッパーの下を削ってホッパーにしゃがみながらホッパーをつけます。ホッパーの右側も壊してこちら側の向きからしゃがみながらまたホッパーにホッパーをつけます。で逆サイドにもこのように削ってしゃがみながらホッパーに向かってホッパーをつける。これ何をしてるかというと、さっきお見せしたホッパーに入ったものがチェストに入りましたよね。でもこのホッパーに入ったアイテムがこのホッパーに移動してまたしてもチェストに移動する、そういう仕組みをね作ろうとしてます。今4つ置きました。右下も破壊してホッパーにホッパーをつける。で左下を破壊してホッパーにホッパーをつける。合計6つ置いてください。ここまでできたらお疲れ様です。今猫ちゃんが1匹湧いていますが、試しにスペクテーター皆さんしなくて OK です。スペクテーターにしてみると猫ちゃんがですね下に4匹今湧いていますかね。はい。で合計5匹今猫ちゃん湧いているわけですが、猫が湧く条件というのがまず村判定がされていたら湧くんですよ。でゴーレムも村判定がされていないと湧かないっていう仕様なんですけどね。今下にちょっと見にくいですがベッドを20台設置していますでしょ。猫というのはベッド4台につき1体湧くという仕様なんですよ。なので合計今5体いるのが正常です。でですね、このまま放置しておくと猫ちゃんが焚き火でやられちゃったりするんですね。むちゃくちゃマニアックな話、ゴーレムがここに湧こうとした時に猫ちゃんがここにいた場合、たまたま来ましたけど、その枠
脇思考って言われるんですけど、湧くのが試される。この脇思考が一回キャンセルされちゃいます。なんで、最高効率ではなくなってしまうんですね。あと猫ちゃんやられちゃって心苦しいっていう方もいらっしゃると思いますんで、先ほど村人輸送に使ったリードをね、くくりつけてあげて、こうやって縦積みして階段作ってあげて、よいしょ。はい、こっちだよーつって。よし、こっちだよーつって。はい、逃がしてあげてください。よいしょ。難しいな。ちょっと。はい。で、ちょっとゴーレム来ないように。来ないで、つって。縦積み壊してあげて、はい、リード解除。猫ちゃんに生だらとか生酒をこうやってあげて、仲間にしてお座りさせてあげてください。今この地下に猫ちゃんいる場合は、この地下にいる猫ちゃんと、お座りさせてあげている猫ちゃんが合計5匹になってれば、猫愛好家の方も、そして効率を求める生粋のマイクラプレイヤーのあなたにもおすすめです。ここまで来たら行きますよ。このホッパーの奥3つの上に焚き火を置いて、手前にも1個置きます。煙黙々ですが、上から見るとこんな感じで、ここからむちゃくちゃ重要です。奥のちょっと見づらいですがハーフブロックが置かれていますでしょ。このハーフブロックが置かれている上のマスに看板を設置します。はい、非常に見づらいですが看板が今設置されております。で、この正面に立ちまして、この手前の焚き火の上に看板を1個いきますよ。ここの辺の位置です。置きます。そうすると、はい、看板がもう焚き火の真上で、なんかもう今にも燃えそうですけど、これ安心してください。燃えません。宙に浮いているような形になりました。この看板置き超大事なんで、ゆっくり見てください。そしてまた正面戻りまして、奥にハーフブロック、上にね、3つ置かれていますが、左端の真下のブロックに1個看板を設置します。はい、この位置関係ですね。では逆のハーフブロックの真下のブロックにも1個看板を設置します。ここからラスト看板を置くんですが超大事。仮ブロックで1マス開けて2マス目ぐらいに3マスぐらいね縦積みしてあげて、この焚き火の上に置いてある1個の看板、はい、当たり判定がこのように四角見えてるでしょ。この看板の上にしゃがみながら看板をもう1個設置します。はい、そうすると前から見るとですね、焚き火看板 to the 看板、こうなります。何してるんですかキョキョさん、早く理由を教えてくださいよ。仮ブロックなので一番上に行きまして、ちょっと壊してあげてですね、マグマを持ってハーフブロックの上に立ってから看板の手前の当たり判定のところに、この位置です。ちょっと見づらいですがこの位置、マグマをしゃがみながら1個置きます。そうすると見てください、マグマが一番空中に浮いている感じにできます。これ焚き火も、看板も木材ですが燃えてなくなることはないのでご安心ください。ここまでできたらゴーレムの処理層が完成です。ちなみに奥にあるチェストも燃えないので安心してください。こうなったら反対側のこの2つの角にお水を1個ずつ流していきます。よいしょ。そうするとゴーレムが水流によってマグマに押し寄せられて、焚き火のダメージとマグマのダメージによってゴーレムをこのように倒すことができます。よいしょと。で、新しく湧いたんですが、ここで倒されたゴーレムは鉄をドロップします。この鉄がホッパーの上に座れて、先ほど置いたチェストの中に入っているという仕組みなんです。ただここだけではまだ不十分です。事故る可能性非常に高いんで絶対に最後まで見てください。皆さんガラスか葉っぱを持ちまして、この今の外枠に置いていきます。はい、このような形ですね。このような、ゴーレムが湧く、ところにですね、このように敷き詰めてあげる。こういったところはちょっと段差追加してあげてガラスを設置。これガラスじゃなくても葉っぱとかでも OK です。で、葉っぱね、マグマで燃えませんのでご安心ください。で、ガラスでこのように囲い、この形になったらひとまず完成なんですが、まだです。ここで超重要な点がありまして、この装置の、どこでもいいんですが、右端の、どこかに立ちまして、下に6マス直下掘りしてください。1、2、3、4、5、6。で、6マス直下掘りしたら、左側を破壊して、ブラマイすると、はい、村人さんの場所に出ます。で、ここね、もう破壊しちゃってください。たまに村人さんこっち来ちゃう時ありますが、村人さんを点検です。全員が大人になっているかをご確認ください。そうしないとゴーレム湧きません。でですよ、今回はいないですが、ほんと運よくいません。村人さんが大人になった時に、緑の服を着たニートさんが混じっている場合があります。そうした時は、
もうね、残念ながら、斧でベコンとしてですね、もう成仏していただくか、もうそれ絶対嫌ですという方は、ネザーゲートを作ってですね、ネザー送りにしてあげてください。あとは、やり方としては、緑のニートブナビツさんを、この装置から100マス以上離した場所に移動してあげる。この3択です。2個目と3個目、かなり難しいです。こちらは皆さんにお任せします。はい、推察ナウのキヨキヨです。皆さん、今編集してて思ったんですが、もし、ニートがいた場合の説明をしていませんでした。もし、ニートを、斧でちょっとぶん殴っちゃったりね、成仏させた場合、ハートが出るんですが、村人ベイビーちゃんがね、倒した人数分だけ召喚されます。なんで2人緑さんをねちょっとごめんなさい斧でぶん殴ったらですね、2人ベイビーが生まれるということなんで、またこのベイビーさんも大人になるまで待ってあげてください。職業ブロックに就職している村人さんが20人になっていることを確認したら、ちょっと猫ちゃんとかもちょっと戻っていただいて蓋してあげて、はい、みっちり蓋してくださいね。中までぎっしり蓋してあげて縦積みして戻る。そうすると完成。簡易型アイアンゴーレムトラップ、こちら初心者さんにも本当におすすめです。そして最後の大注意点としては、この装置の半径100マス以内に新しくベッドや職業ブロック、金や村人がいる装置などは作らないようにしてください。また放置する場所なのですが、この装置の近くにいる必要があります。だいたい安全数値で言うと44マス以内、半径44マス以内で待機するようにしてください。そうするとすでに鉄溜まってます。作れた方ぜひグッドボタン。作った後動かないというトラブルがあったり、わからないことあればコメントください。最新仕様をお調べした上で全てお返事いたします。キヨキヨチャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録目指してます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも無限期作りたいよという方はこちらをご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。